こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は最新のグラフィックス GeForce RTX 5080ラップトップ GPU を搭載した高性能ゲーミングノート PC Gigabyte Aorus Master 16をレビューします。ノート PC としてはかなり性能が高く、重いゲームも高めのフレームレートが出ます。また DLSS4 のマルチフレーム生成に対応しているゲームであればフレームレートを大きく上げることができます。またグラフィックスが最新であるだけでなく CPU も最新の Core Ultra 9 275HX を搭載しています。当サイトで計測したことのある CPU の中では過去一で高い性能でした。さらにディスプレイは 240Hz のハイリフレッシュレートで、色域は 100%DCI-P3 と広く、ゲームにもクリエイティブワークにも使える性能です。価格は57万円台からと非常に高いですが、ロマンあるゲーミングノート PC です。それでは詳細を見ていきます。まずスペックですが、ご覧の通りになっています。CPU はアローレイク世代の Core Ultra 9 275HX、グラフィックスは GeForce RTX 5080ラップトップ GPU です。なお、GeForce RTX 5090ラップトップのモデルもあります。メモリは 32GB、SSD は 1TB です。ただ、パソコンショップアークで購入すれば、メモリおよび SSD の容量を変更することが可能です。さらに、SSD を1つ追加して、2台構成にすることもできます。ディスプレイは 2560×1600 ドット、240Hz の有機 EL です。では、最も気になる GeForce RTX 5080ラップトップ GPU の性能を見てみましょう。その前に、GeForce RTX 5080ラップトップ GPU のスペックを確認すると、CUDA コア数は7680機となっています。従来の GeForce RTX 4080ラップトップは7424機だったので、微増といったところです。デスクトップ用のグラボと比較すると、RTX 5080の CUDA コア数よりはかなり少ないです。VRAM には GDDR7 の 16GB を搭載し、従来の GeForce RTX 4080ラップトップの 12GB よりも多くなっています。デスクトップ用の GeForce RTX 5080と同じ容量です。それでは 3D マークタイムスパイのグラフィックススコアを見てみます。 GeForce RTX 5080ラップトップは従来の GeForce RTX 4090ラップトップには及ばないものの、 GeForce RTX 4080ラップトップより約 10% 高いスコアで順当に性能アップしています。続いて各ゲームのフレームレートを見ていきます。なお、本製品は Gmate という AI エージェントソフトが入っています。ここではシナリオプロファイル設定を選択することができますが、今回はゲームモードで各ゲームのフレームレートを計測しました。なお、ゲームモードにすると CPU の PL1 などの数値が高くなっていました。また、今回ディスプレイの解像度が 2560×1600 なので、この解像度で計測しています。1920×1200 でのフレームレートが知りたい場合は、ウェブのレビュー記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。まずは、人気タイトルのモンスターハンターワイルズのフレームレートを掲載します。最初にベンチマークソフトで平均フレームレートを計測した結果を紹介します。解像度を 2560×1600 ドット、グラフィックプリセットをウルトラ、フレーム生成をオフにした時の平均フレームレートはご覧の通りです。80fps を超えており、割と十分なフレームレートが出ています。次に、同じ解像度およびグラフィックプリセットでフレーム生成をオンにした時の平均フレームレートがこちらです。なお、このゲームは DLSS4 には対応していないので、従来のフレーム生成となりますが、100fps を大きく超えており、高いフレームレートが出ています。次に、実際にゲームをして平均フレームレートと 1%FPS を計測します。なお、1%FPS とは全フレームレートの中の下位 1% の平均フレームレートのことです。この数値が小さいと、急激なフレームレートの低下によるカクつきが出る可能性が高くなります。ここでは、フリークエスト、後陣盤上、主来たりナバのレダウの狩猟を行い、その時の平均フレームレートを計測しました。解像度を 2560×1600 ドット、グラフィックプリセットをウルトラ、フレーム生成をオフにしてプレイしてみましたが、平均フレームレートは 70fps、
1パーセンタイル FPS は 48fps でした。割と普通にプレイできましたが、物足りないフレームレートだと感じる人も多いでしょう。次はフレーム生成をオンにし、他は同じ設定で同じクエストを行ったところ、平均フレームレートは 112fps、1パーセンタイル FPS は 59fps でした。フレーム生成による遅延もほぼ感じず、フレーム生成をオフにした時よりもフレームレートが大きく向上し、快適にプレイすることができました。続いては DLSS4 対応ゲームのサイバーパンク2077のフレームレートを計測します。まずはフレーム生成をオフにし、ウルトラのプリセットでベンチマークを実行してみると 107fps とフレーム生成なしでも十分な平均フレームレートが出ていました。次にレートレーシング、オーバードライブにしてベンチマークを実行してみると、さすがに重く 48fps という低めの平均フレームレートになりました。ここでレートレーシング、オーバードライブの設定のままで DLSS4 のマルチフレーム生成を有効にしてみます。こうすることで1つのフレームあたり最大3つのフレームが追加で生成されます。具体的には設定画面でフレームジェネレーションを有効にし、 DLSS マルチフレームジェネレーションの設定を 4x にしました。この設定にしてベンチマークを実行すると 158fps と大幅にフレームレートが上昇しました。実際にこの設定でゲームをしてみましたが、フレーム生成をしない時と比べると映像が非常に滑らかです。また私は普段このゲームをしないというのもあるかもしれませんが、特に遅延は感じませんでした。次に劇的に重いアークサバイバルアセンデッドをプレイしてみます。このゲームはかなり重く、グラフィックスプリセットを最高設定にしてしまうとフレーム生成をオンにしてもややカクつきを感じるので、今回はノーマル設定でプレイします。デフォルトではフレームジェネレーションは有効になっていますが、まずはここをオフにしてプレイしてみたところ、平均フレームレートは 40fps 前後と低めでした。カクつきを感じてややプレイしにくいです。次にフレームジェネレーションを有効にしてみます。なおこのゲームは DLSS4 には対応していないので、従来のフレーム生成となります。こうすることで 80fps 前後の平均フレームレートまで上昇し、実際にゲームをしてみてもカクつきや遅延をほぼ感じずプレイすることができました。アークサバイバルアセンデッドは少し設定を落とす必要がありますが、快適にゲームをすることができました。次はバトロワゲームのフォートナイトをプレイしてみます。まずはレンダリングモードをダイレクト X12、 解像度を 2560×1600、 クオリティプリセットを低にしてゲームをしてみます。バトルバスからの降下が終わってからビクロイするまでの平均フレームレートを計測したところ 213fps で 1%FPS は 84fps でした。こういったゲームは高いフレームレートが必要とされますが、快適にプレイすることができました。それ以外のクオリティプリセットの平均フレームレートはご覧の通りです。個人的にはやはり低設定が最もやりやすかったです。より高いフレームレートでプレイするなら解像度を 1920×1200 にするといいでしょう。次はレンダリングモードをパフォーマンスにした時の結果も掲載します。 3D 解像度は 100%、 描画距離は最高、メッシュは低にしています。平均フレームレートは 277fps、 1%FPS については 96fps でより快適にプレイすることができましたが、バットで負けました。最後にそれ以外のゲームの平均フレームレートをまとめて掲載します。解像度は 2560×1600、 グラフィックプリセットは最大にしています。いずれのゲームも快適にゲームをすることができる高いフレームレートが出ています。続いて CPU の性能をチェックします。今回 Core Ultra 9 275HX を搭載しており、シネベンチ2024のマルチコアスコアはご覧のようになっています。初めてこの CPU を使いましたが、今まで計測したことのあるノート PC 用 CPU の中で最も高いベンチマークスコアが出ていました。続いてシングルコアのスコアです。こちらも私が計測したことのあるノート用 CPU の中では最も高いスコアでした。ディスプレイは 2560×1600 ドットの解像度で、色域は 100%DCI-P3 の有機 EL です。精細で色鮮やかな映像でゲームをすることができます。
またリフレッシュレートが 240Hz と高いので、動きの速い FPS、TPS ゲームもプレイしやすいです。またディスプレイの残像が非常に少ないのも特徴です。 UFO テストのサイトでゴースティングテストを実行してみましたが、肉眼ではほとんど残像を感じませんでした。速いシャッタースピードで撮影し確認してみても残像はほぼありませんでした。フォートナイトのような視点を速く動かすゲームをしてもぬるぬると動くのでエイムなどがしやすかったです。ただしディスプレイが光沢なので周囲のものや自分の顔が映り込みやすいです。また有機 EL なのでフリッカーがあります。肉眼ではわからないと思いますが、シャッタースピードを上げたカメラで撮影するとちらついているのがわかると思います。体質によっては目が疲れやすいかもしれません。キーボードについては普通の打ちやすさです。ただエンターキーの右隣にキーがあって、エンターが端にない点と赤で囲った部分のキーが小さく、これらが押しにくいのがやや気になりました。インターフェースはご覧の通りです。左側面には LAN、HDMI2.1、USB-A、サンダーボルト5が搭載されています。右側面にはオーディオ端子、マイクロ SD カードスロット、サンダーボルト4、USB-A があります。外観は RGB のイルミネーションがゲーミング PC らしくてかっこいいです。キーボード、正面および背面が光ります。また背面にはライトプロジェクターが搭載されており、機上にオーラスの文字が映し出される点もこだわりを感じる作りになっています。内部はご覧のようになっています。冷却ファンは2つあり、水の気化、凝縮によって瞬時に放熱する大きなベーパーチャンバーと2本のヒートパイプを搭載し、4方向から排気しており、放熱性能も高いです。メモリはオンボードではなくスロット式で、 SSD はタイプ2280です。さらに空いている M.2 スロットがあるので、ここに SSD を増設することも可能です。なおパーツの交換・増設はメーカー保証対象外となるため自己責任でお願いします。以上が Gigabyte オーラスマスター16のレビューでした。 GeForce RTX 5080ラップトップ GPU の最新グラフィックスを搭載し、どのゲームも非常に高いフレームレートが出ます。 DLSS4 に対応しているゲームならマルチフレーム生成によってさらにフレームレートが向上します。ディスプレイも 240Hz のハイリフレッシュレートで残像も少なくゲームがしやすいですし、 100%DCI-P3 と色域も広く映像が色鮮やかです。価格が57万円台からと高いので一般のユーザーが買うのは難しいですが、ロマンのあるゲーミングノート PC です。最後に何かご質問があればお気軽にコメント欄にご記入ください。当チャンネルでは他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。